空が青いな。ヤスリがけしたか。はい、おはようございます。本日も、石膏ボードのパテ塗り、3回目、を塗っていきたいと思います。前回までで、2回目のパテ塗りと、ヤスリがけエレンが終わったので、いよいよ最終仕上げ、3回目をやっていきたいと思います。ちょっといろいろ YouTube で調べて勉強したところ、寒冷車、グラスファイバーテープのところを、ちょっと、こうコテを何ていうんですかね、壁に近づけてやると、隠れるということなので、ちょっと微妙なところなんですけどね、この寒冷車をうっすら出す、うっすら消すっていうようなところに、収めたいので、その辺をやっていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。人血。はい、ということで、本日はですね、やっと3回目のパテ塗り、パテ埋め、のタイミングになってきました。ということでもうね、何回やってんだって話ですけど、今日もですね、このワイドスーパーパテ、練ってそれで塗りつけていってやろうと思っております。で今日はねちょっとねなんとなくYouTube で勉強したんだですね。やっぱ寒冷車のところ、グラスファイバーテープのところを、このまま塗装するとくっきりその跡が出てきてしまうというふうに思いましてですね、ちょっと、グラスファイバーテープのところだけちょっともう一度持ってですね、で跡を消して塗装しようと、目立つところを塗装しようと持ってですね、塗装しようと考えてやっております。どうやら何かねコツをつかんだようですので、ちょっとこの後の動画をお楽しみください。でもねだいぶなんか厚さがですね、少しだけこう弱まってるのかなというような感じで、もう暑くて死にそうっていうような状況からちょっと一歩後退したかなと、そんな感じがいたしますね。最近の天気はね暑いんですけどね、ただ少しだけこう弱まったのかなということはクーラーがつく前に涼しくなってしまうのではないかと、そんな予感をしておる次第でございます。
ですね、なんとなくコツが分かったような気がします。今まではこれをこう立ててやってたんで、結構こすりすぎ、削りすぎだったんですけど、これをこうではなくてちょっと角度を変えてこうやってやると、あまり、取りすぎずに寒冷車の上にも、パテが乗るというのが分かりました。でただあんまり、緩くやっちゃうともっこりになっちゃうんで、その辺はちょっと加減が必要と、あとこのヘラの持ち方がずっとこうやって持ってたんですけど、こうやって持つことによって一回こう塗って、この手を、金属ベラに添えて、この指の力で両サイドを落としてから、真ん中は立てずに寝かしてやると、漏れることが分かりました。ちょっとやってみたいと思います。で一回こう持ち替えて、でこうやって真ん中が残ってしまうんで、それを立てずに寝かしてやるとどうでしょう。こうやって、今まで寒冷車の跡が残ってたんですけども、このように真ん中が少し漏れたような気がいたします。で両サイドはこうしごいてるんで、薄いと。で真ん中だけ少し若干厚いということで、ちょっと、これでやってみたいと思います。ということでですね、続けることによっていろいろ気づきが出てくるんだなというのを再認識したわけでございますが、このステンレスベラ一つとってもですね、いろんな使い方があるんだなというふうに思いました。やっていくうちにだんだんですね、いろいろスピードもそうですし、効率もそうですし、品質もそうですし、初めてねやった時はね、もうなんか見よう見まねで、やったわけでございますけれども、その程度っていうのがですね、だんだん分かるようになってきて、先が見えるというか、先が分かったというか、こうやってやればこうなるんだな、こうやってやると失敗するんだなっていうのがだんだん分かってきて、なんていうんですかね、見よう見まねでね、やってたところが、そういうことなんだなというのがだんだん分かるようになってきました。実際ですね、これで、クロスを貼ってしまえばね、
クロスの厚みがありますんでね、本当デコボコ凹凸がですね、あまり分かんないと思うんですけども、ペンキの場合はですね、塗膜が薄いので凹凸が出てしまうんではないかということで、何度も慎重にやっておるわけでございますが、どれが正解っていうのはね分かんないんで、ないのかもしれないし、多少デコボコがあっても味があっていいんじゃないかなという考えもありますし、ただ少しでもですね、いいものを仕上げたいと、そういう思いでやっておる次第でございますので、プロの方から見たら全然なってないよと思われるかもしれませんが、それなりにでも上達してっているような気もいたします。人生で初めてこんなに大きな面積を、やったわけでございますが、建築現場とかね、もっとでかい現場もいっぱいあるでしょうけども、それなりにいいんじゃないでしょうか。ということでね、これ3度目のバテ塗りが終わって、この後ですね、ヤスリがけをしてですね、もういよいよ塗装に入っていきたいと思っておるわけでございます。でね、塗料をね、ちょっと頼むのを忘れてましたというか、後でいいやと思って頼んでなかったんですけども、先日頼んだんですけれども、どうやらあれですもんね、世間は夏休みで、お盆休みということでですね、すぐに塗料が入らないという事態に陥りましてですね、来週、今週ずっと休みなんですかね、1週間ぐらいね、ということでちょっと、いいタイミングなのか悪いタイミングなのか分かりませんが、ちょっと塗料到着まで時間がかかりそうですね。で、頼んだのがですね、下塗り、プライマーとして、メーコーという会社のニューピンデックス、内装用下地調整剤ということで、これを1等間頼んだのと、あとですね、ニッペですね、日本ペイントニッペの水性軽減数っていう白、これを、1等間を頼みました。ちょっと1等間で足りるのかどうかもちょっとよく分かりませんが、これを頼んで、出荷がですね、8月の19日月曜日以降ということなので、次回ヤスリがけかけて、でその後ちょっとマスキングとか養生をしてですね、で、塗料を待ちたいと思っております。やっとですね、やっとペンキに入れるのかなというふうに思っておりますが、まだ使わない床材はとっくに届いておるんですけども、ペンキを頼んでなかったという大失態を犯してしまいました。ペンキなんかね、その辺のホームセンターで買えばいいやっていうのも、あるのはあるんですけども、
一応ちょっと大工のたまちゃんに聞いてですね、これがいいよという、塗料を使ってみために、ネットで注文してみました。時間かかりますよね、DIY っていうのは、DIY というか建築仕事は本当時間かかります。でね、こういうのをなんていうんですかね、最近はプレカット工法つって工場でほとんど仕上げてきてね、現場は本当組み立てるだけみたいなような感じにどんどんなりつつありますけれども、こうやってね一個一個リフォームなんか特にこういう現場を一個一個寸法測って、切って貼ってそして調整してっていうような形なのでプレカットはできませんからね、手間と時間とかかります。これだけプロの大工さんとかをね、拘束するわけですからお金かかるのも当然ですよね。納得できますよね、ほんとね。そんなこんなで、まだまだ暑い日が続きますが、皆さん、しょっちゅう見舞い申し上げます。でももうあれかな、残暑見舞いになるのかな、残暑見舞い申し上げます。皆さんも体調崩されないようにですね、頑張ってください。そろそろ、お盆過ぎぐらいから、朝晩はだんだん涼しくなっていくと思いますので、また、気温の変化がね、ありますんで、やっとこう暑いのに慣れてきた体がですね、涼しくなったり暑くなったりということで、体がついていけないような状況になりつつありますんで、本当水分とってね、皆さんも、外で特に仕事されてる方ね、本当に辛いと思いますけども、もう少しで、秋になっていくでしょうから、もう少しね仕事がやりやすくなっていくと思いますので、皆さん、頑張ってください。それとですね、九州の方で地震が、起きましてね、先週ですかね、南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意っていうのが、初めて、気象庁から出されましたけれども、ゴールデンウィークじゃねえや、夏休み中真っ只中で、いつ巨大地震がね太平洋側起きてもおかしくないみたいな、状況になっておりますけども、本当海関係で働いている方とかね、たまったもんじゃないですよね。商売上がったりで、一部ね、海水浴も禁止しているところもありましたし、海だけじゃないですよね。地震が起きたら、津波は当然なんですけども、それ以外にも影響が起きますんで、しかもね西日本、関東も入るのかな、九州まで、全域というかですね、結構広範囲で、どこに地震が起きてもおかしくないという状況らしいので、ちょっと心配ですけども、南海
海トラフ以外にもですね、なんか富士山が噴火するんじゃないかとか、箱根の山が噴火するんじゃないかとか、まあいろいろ言われておりますけれども、なんか巨大地震が起きる前の48時間以内前には、日本って結構その1日に30回とか50回ぐらい微弱な地震ってあるらしいんですけども、それが一切止まるらしいですね。全国の地震計がピタッと止まって、そして、大きな地震が起こるということらしいんですけども、まあね、でも地震、正月から北陸の方でもありましたし、北海道でもありましたし、新潟の方でもありましたし、熊本とかでもありましたし、本当にどこでいつ起こるかはわからないという状況なので、皆さん気をつけましょうと言われてもですね、どう気をつけていいかも分かりませんし、最小限のね、準備と、あと、倒壊しないように耐震補強とかも、少し気をつけてやった方がいいのかなと、そう思っております。で、うちの場合はね、フットラボの場合は材木をちょっとね、立てかけたりしてますので注意します。とりあえず3回目のパテ塗り、終わったんですけど、だんだんパテの使い方が、パテというかコテの使い方が分かってきました。今までこのコテ使ってたんですけど、こういう風に使ってたんですけど、これだとしごきすぎちゃって、なんていうんですかね、せっかく塗ったパテが全部持ってきてしまうということで、プロのね、クロス屋さんとか塗装屋さんとか見てると、パッパやってるんでよく分かんなかったんですけど、実際ですね、このステンレスベラもいろいろ使い方があって、例えばこうやるやり方と、あとここに指を添えて若干左側だけこう落とすやり方と、あとほぼほぼもう壁にくっつけて、ほとんどないぐらいくっつけて、そしてここを押しながらこうやってやる方法、これがありましたね。でこれだときちんと押し付けて、しかもあまり取りすぎない、こそぎすぎないので、残す寒冷車とかのワイヤーメッシュテープの上とかはこう押し付けてやった方が、パテは残りますね。それとこれもゆっくりこうやるやり方と立ってやるやり方が、これでまた残り具合が、変わってくるんで、残したい時はスタッとやると、スタッとやると、スタッとやるというような感じで、やっぱこのヘラ一つにとってもいろんなやり方があるなというのが勉強になりました。はい、ということで、勉強になったところで終わりになります。もっとね続けられれば、立派な職人さんになれると思うんですけど、DIY あるあるで慣れてきたりコツが分かるとその仕事は終わってしまうということで以上です。
3回目の、パテ塗りを行いました。だんだんですね、なんとなくコツがつかめてきたというか、最初から分かってれば、これが分かってればですね、最初からやってで、2回塗りぐらいで済んだのかなと、そんな感じもしますけれども、これも一つ勉強経験ということで、なんとなく、できてきたかなと思います。で、結局プロの、クロス屋さんとか、塗装屋さんはなるべくヤスリがけをしない方向で綺麗に、パテを塗っていくということをやってるんでしょうね。で、僕なんかはそのヤスリがけをきちんとしないといけないのかなと思ってたんで、必死こいてヤスリがけしたんですけども、確かに粉はいっぱい落ちましたけども、ほぼほぼその剥がれ落ちてしまったと、パテが。だから意味がなかったのかなということも反省してますし、寒冷車ガラスファイバーテープも、最初からもうちょっと持っとけばよかったかなという反省もありますけれども、これがどうなるか、また盛りすぎてね、塗装なんでこの後ですね、どう出るかはちょっと、また追って、YouTube で配信していきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月